皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。本日の動画はじゃん。はい、こちら今僕が実際に使用している 3on3 デッキ、今日はねこちらの解説を皆さんにしたいと思っております。先日ですねシルバーウルフもリリースされて、大会の環境だったりね変わったと思っているんですけども、皆様いかがでしょうか。今回ですね今からご紹介するこちらの 3on3 デッキの、特徴をね皆さんにお伝えした上で、実際のバトルの映像もね皆さんと一緒にご覧になっていただきたいなと思っております。ぜひですね、最後までご覧になっていただいて、皆さんの 3on3 デッキの参考になれば嬉しいなと思っております。そんなわけで、それぞれ3つのベイブレードのカスタムの特徴を皆さんにお伝えしていきます。それではまず1機目、こちらになります。ウィザードロット 360B。はい、こちらですね、安定の回転力と遠心力による粘り、最強のスタミナ性能を持つベイブレードとなっているかと思います。もはやですね、説明不要なんだけれども、改めて特徴をお伝えします。今ね、最も安定的なスタミナ力で1ポイント獲得するためのベイブレードになっております。その特徴はですね、まずこちらのブレードのウィザードロット。外重心で径が大きく、ほぼまん丸形状となっております。ブレード側面もね、使い込むことでかなり滑らかな仕上がりを実現しつつ、アタックのね、受け流しも可能になっております。重量はですね、35g 台となっていて、スタミナタイプとしては、最低限の重量のスペックがあると思います。遠心力で粘れて重量もそこそこあって、丸い形状でアタックもいなせるといったオールマイティなね対応力と持久力があります。ラチェットは360。僕個人的には360が遠心力の高いブレードをこのウィザードロットにねバランスよく合わせることができているかと思います。最後はですねビットのボールビットですね。なんだかんだねスタミナ軸としては最強クラスになっております。姿勢を崩してもね後半まで回転する伸びもあるし、シュートがですね程よい動きで相手のアタックを回避する動きができます。今季はですね左回転のコバルトドラグーンのエレベートによって送り合いというねバトルの要素が増えたんだけれども、これはベイをバランスよく組み上げることができれば送り負けない状況になっているかと思います。本来のですねこのウィザードロットのポテンシャルを最大限に引き出せれば、送り合いに対しても何も問題なくクリアできるんじゃないかなと思っております。で、こちらのネガティブポイントなんですけれども、同機種のバトルにおいてはね、やはり精度だったりバランスよく組み上げる技量に大きく勝敗は分かれてしまうので、スピンフィニッシュができないとほぼ勝ち筋が失われてしまうといった感じです。そんな感じでやっぱりこちらのウィザードロットのボールがですね、やっぱスタミナタイプとしては最強だったかなと。なのでね、ワンベイでも最も採用率が高いんじゃないかなと思っております。続いて2機目がこちら。コバルトドラグーン 160E。 はい、こちらね大会でも使用率高めとなっております。その特徴をおさらいします。まず唯一無二の左回転のブレードです。今ある全てのベイブレードに対して送り合いをさせることができると。そして4枚のアッパーバーによる弾き性能の高さによって弾き飛ばして相手の姿勢を崩すというねメリットがあると思っております。ラチェットはですね、これ160にすることによってベイの身長を低く、かつバランスを上手に取れている印象があります。そしてエレベートビットが姿勢をキープしやすくなっております。全体的に身長が低いので姿勢をキープしやすいといったところ、バランスが良く倒れにくいね、カスタムになっているかと思います。送り合いをするのであれば何よりも姿勢保持が重要になってくると思うので、相手を傾かせて自分だけ回っているね、状況を作れるといった良さがあります。あとはですね、重量ですね。37g の重量になっているので、重量級ブレードのね、近い重さがあるので、一方的に吹き飛ぶことはないのかなと。それから皆さんが注目しているウィザードロットに対しては、コバルトドラグーンがね、ある程度相手を弾く性能もあるので、弾いて姿勢を崩して勝つみたいな勝ち筋があります。ネガティブ要素はですね、勢い余ってエクストリームダッシュからの自滅だったり、前半のスタミナ消費が激しい状況だと、送り合いに参加できずにスピン負けみたいなところだと思います。はい、そんな感じで今唯一無二の左回転のコバルトドラグーンが全てのベイブレードに対して有利が取れるメリットがあると思っております。そして最後の3機目のカスタマイズがこちら、シルバーウルフ 560FB。
はい、最新ベイがね、ついに 3on3 デッキに入りました。新規パーツのフリーボールビットですね。ラチェットに対してフリー回転するビットということで、細めで球状の軸先により回転ロスを減らす設計になっております。ということで軸先が細いのでアタックに弾かれてもね、中心にちゃんと戻ってきてくれて回転を保持している印象がありました。このボールビット特有のね、アタックを回避する動きも再現しつつ、安定した回転が得られるかと思います。ラチェットもですね、この560にすることによって遠心力を上げて、より安定した回転になっている印象です。こちらのネガティブポイントは、ボールビットと違って、後半ですね、姿勢を崩した瞬間、減速が一気にしてしまうといったところ、やはりウィザードロットのね、遠心力には同回転はね、かなわないかなっていう感じです。はい、今回はね、僕が今使っている 3on3 デッキのね、新しいデッキをご紹介させてもらったんですけども、本日の動画皆さんいかがだったでしょうか。シルバーウルフの登場によってね、アタックベイがほぼいなくなりました。今までですね、フェニックスウィングだったり、ドランバスター、そしてエアロペガサスなんかをね、使用していたんだけれども、優秀なディフェンス性能を持ったベイがね、増えてきた。そんな状況によって、スピンフィニッシュがより安定して取れるね、状況になったんじゃないかと思っております。とはいえ、アタックベイもね、やっぱり僕は好きだし、例えばドランバスターみたいなね、いざって時の、信頼感みたいなね、感情があります。まさにですね、このユニークラインのコンセプトから、一撃特化に集中した性能は、紙一重な部分はありつつ、アタックがね、当たってくれれば何か起こってくれるんじゃないかっていう期待はあります。今回はですね、スピンフィニッシュで、確実にポイントを抑えていくコンセプトの 3on3 デッキの紹介をさせてもらいました。ぜひ皆さんもですね、おすすめのカスタム、それから 3on3 デッキのカスタムをね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、そしてシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。Somewhere out there, keep searching everywhere, 'cause nothing